ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの 4C 同盟者を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、29日に行われたリージョナルチャンピオンシップスーパークオリフィアにおいて、11勝1敗で見事優勝を果たしたデッキですね。4C 同盟者自体は以前も紹介しているのですが、296人が参加した割と大きな競技大会での優勝は初めてということで、今回はこちらをピックアップしてみました。単体ではサイズが小さい生物が多いので、アグロデッキとしては速度はそこまで速くないのですが、土の将軍の副官やアントラーで全体強化をしながら、守護者や箱田でクリーチャーを守れるのが特徴的なデッキですね。また、南極の航海者や箱田でアドを取ることもでき、長期戦にも強いのが同盟者の強みでもあります。現環境で突然勝った理由として、墓地を使うデッキがかなり多かったのもおそらく一つのポイントで、釜茹で岩の暴動者が4枚採用されており、メインからがっつりと墓地対策ができているのが強みのリストですね。また、クリーチャーデッキではあるのですが、先ほども言った通り、除去対策やアド取りもでき、メインからテンポが取れる案もいるということで、全体除去を使ってくるコントロールに対しても戦えるのが強みですね。珍しいところで言うと、サイドに生存者探しと土の王国のローバンが採用されていて、おそらく生存者探しは対コントロール、王国のローバンは対ウロボロイドや対セレズニア上陸で入れていく枠かなと思います。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら5手。1ターン目、クリーチャーが出せないですが、航海者からのカタラという動きは強いので、まあキープしてみますか。ただまあ今の環境がね、かなり早いので、5手でこの動きが許されるかどうか。さあ相手は、ワンマリガンから、はい、Z ルーティンですね。アザラシスタートか。アザラシから入られて、2ターン目から殴られてしまうと、まあ、展開としてはかなりきつくなっていきますね。まあ、1ターン目から33警戒は普通にやばいんで。さあ、職員から決闘者。はい。まあ、一旦ここは殴ることはできませんが、ただ、まあ、アザラシをこれブロックすることはできないので、4点、5点ぐらいはこのターンに入っていきそうですね。除去がなければ、まあまあまあって感じではありますが。ただ、等の天下。決闘差でルーティングも入るので、まあ5点ですね。航海者が生き残ると、まあカタラで原因がね、かなりできていくんですが。さて。なるほど。まあ先にカタラ出しておきますかね。まあ、もしくは航海者プラス、土の味方とかでもいいんですが、まあ重たいカードを先に出しておきたいですね。さあ、決闘者2枚目からさらに除去。かなり相手アグレッシブな反動でキープできていますね。先手の EZ ルーティングとしてはかなり強い動きかなと。さあ、決闘者2回誘発して、このターン6点アタック。さあ、これ残り9点ですから、ね、次のターンにはもうこれ、死ぬ可能性も全然ある。とりあえず、航海者プラス案内人ですね。これで、まあ2点ゲインしながら、ワンドローすることができると。カタラがいると、これがね、2点ゲイン、2点ゲインになっていくんで、かなり回復量がでかくなっていくんですが、さあ、このターン、とりあえず、まあ、耐えることはできそうかな。大体もう案内人、はい、チャンプブロックになっていきそうですが、さあ、上から8点がとりあえず確定。あと、2枚ドローできると、飛行クロックだけで負けですね。まあ、土地プラス除去で負けなので、さあ、ただ除去はない。まあ、アザラシブロックしていきましょう。まあ、ただ除去引かんとちょっと無理かな。土地。とりあえず、カタラ出していきますが、ここで除去引けないと、飛行クロックでかなり厳しい。
ワンチャンまだあるか。原因がかなりできるんで、まあ一応、まだね、諦めるところではないのでやっていきましょう。さあ、公開者、2枚目出して4点ゲイン。状況は引かず。冬魚の物語打たれたら負けですが、まあ、アザラシが寝てるんで、まだワンチャンかな。このターン倒されずに、次のターン、除去引いたら、まあ逆転の目は、まだあるかなという感じですね。ブーメランの基礎。これで2回、決闘者誘発して、パワーガサンが彦で2体。冬の物語打たれたら負け。ですが、まあこれは負け確ですね。決闘者ね、2枚あると、除去れないとこういう展開になりますね。かなり、クロックが高いので。さらに謎かけや。めちゃくちゃ強い。さあ、これで上から10点ですね。まあ、先手の Z ルーティングとしては、割と100点満点に近い動きでしたね。まあ、サイド行きましょう。まあ、除去として、幽霊による非合は入れておきたいかな。あとのカードはまあ別に入れるカードはないかなと。まあ重たいところ1枚抜いて、あとは、まあ暴動者1枚でいいかな。さあ1本目負けて2試合目。ちょっと何を引くかによりますが、序盤の動きとしてはまあ悪くはないですね。まあ3ターン目以降のカードが大事になってきますね。さあとりあえず守護者からスタート。相手はどうでしょう。除去構えかなこれは。とりあえず暴動者は手に入れることができましたね。インスタント除去はない。なるほど。まあ、ちょっと一旦迷うような動きがありましたが、さあ決闘者。そして除去引いてくる。これ流れ的にはかなりいいですね。まあ決闘者はもうすぐ除去っていって、で殴ってから暴動者ですね。まあ案内人の効果によって守護者からもマナが出るので、まあ警戒で殴ってからの暴動者ですね。さあここまでの流れはかなりいいですが、まあもう反動を使い切ってしまったので、あとは何を引いてくるか次第。さあここは除去。まあ守護者があるので守れはしますが、とりあえず暴動者で追放してから守護者を探っていく。6点クロックは継続。とりあえずこの状況だともう副官が欲しいかな。さあ職員からこれはバウンスを使う。なるほど。まあ除去2枚使ってきた形になりますね。さあただクロックはちょっと心もとない。土の味方を引けたので、パワー3が2体まではできましたが、はい、一時性の恐怖。まあ暴動者によって紅葉もねほぼほぼ防げるのは偉いかなと。さらにトラアザラシ。タフさんが出てくるとねちょっとめんどくさくなりますね。パワー3で殴ってもう相打ちになるんで、相手の墓地はとりあえず掃除しておきましょう。土地ちょっと微妙かな。土の技使ってもいいですが、土のメーカーだと暴動者アタックだとまあ普通に相打ちが一致されて、こっちのクリーチャーがかなり弱くなる。土の技使った方がまだ良さそうかな。
ちょっとね、動き的になんともな動きになってしまいますが、やっぱね、その巣のサイズがちっちゃいんで、同盟者は。1枚は何かしらのその、でかくできるカードを引けないと、ちょっとこういう、なんともな動きになってしまいますね。さあ、55アタックしていきましょう。まあ、おそらくダブルブロックでしょう。はい。まあ、でかい方、除去っていくと。まあ、守護者は使わない方が、おそらくいいかな。嵐追いの才能。何か引いていきたいですが、さらに謎かけや。うん。相手はハンド借りてからも、しっかりと強い動きをしていますね。からの山。うん。さて、何か引いてくれ。暴動者。なるほど。暴動者はもうこれ死んでも大丈夫なので、1、2、3、4、5、6、7。土地職員してから、土の技起動して、暴動者と土地でアタックかな。うん。まあ、それでいきましょう。まあ、暴動者は全然、ああいうしてもいいんで、5点通ったらラッキーって感じですね。さあ、ジャスミンをクリーチャーにして殴っていく。5点アタック。はい。まあ、ダブルブロックですよね。守護者はね、ちょっと使うかどうか悩ましいんですけど、まだ使わなくていいかな。さあ、残り6点まで。盤面的にはかなり押していますが、ただ、でっかいクリーチャーが出てくると、ちょっとめんどくさくなる。さあ、タップインから、これは、これ投了と。うん。さあ、1勝1敗で3試合目。これはさすがにマニガンかな。序盤動けないんで、まあ後手ということもあってマニガンしていきましょう。1マークリーチャーないですが、まあダブマリよりはこれキープですね。まあただ相手が除去ハンドだと、1ゲーム目みたいなことになってしまいますがさ、とりあえず1ターン目は相手も動きがなしと。さあ、2ターン目。まずは恐怖から入っていく。土地ディスカードでドローと。箱田2枚目。うん。さあ、まずは案内人から入っていきますが、案内人が除去られなければ、まあ、箱田で行きたいですね。さあ、アザラシ。クロックが展開されていきますが、どうでしょう。アタックはまあ、ほぼ角で除去を持ってますね。2点火力ですね。まあ、2点火力はだいたい副官に打ってもらうことになりそうですね。さあ、ここカタラを引いていく。まあ、先に箱田ですね。箱田出してから、まあ、展開スピードをね、速くしていきたいですね。さあ、トップは案内人。うん。まあ、できれば、まあでも公開者はあれか、除去られるんで、とりあえず1枚守護者とか引いておきたい感じではありますね。さあ、4マナ目。恐怖をバウンス。はい。まあ、ドローを進めていくという形ですね。で、一応アザラシが立っていくと。まあ、相手、2点火力持ってるんで、これはもうブロックはできないですね。まあ、1、2交換取るのがあれですけど、角度はまあ、ここはまだ取っておきたいんで。さあ、さらに恐怖を出し直し、土地ディスカード。うん。さて、公開者。除去相手持っ
てますが、出しておきたいですね。まあ、箱田、2枚目あるんで、これもう箱田使っていいかな。さあ、ここで、除去打ってくる。はい。箱田で、マナを出してから、サクって破壊不能付与ですね。まあ、航海者は絶対欲しいんで、守っていきましょう。からの、まあ、カタラかな。さあ、これで、さらに2点ゲインしてワンドロー。まあ、これでカタラも除けられなかったら、副艦でね、すごい展開がしていけますが、どうでしょう。まあ、イゼットルーティング結構除去多いんで、生き残るかはなんともですが、さあ、トラザラシ。ただ、錯覚を持っている。まあまあまあ。まあ、ただ、航海者が生き残ってればね、全然、OK なんで。さあ、土地引いてくる。6マナある状況。まあ、現状あれですね。紅葉達成すると、かなりめんどくさいことになるんで、先に暴動者ですね。で、副艦出して、まあちょっとでかくしていきましょう。うん。まあ全然悪くない展開ですね。これでとりあえず相手が殴りづらくなって、で、次のターンからは箱田で、まあさらにアドを取っていけるので、さあただ相手謎かけ屋。このタイミングでの謎かけ屋はかなり強いんですよね。さあ、アザラシが立って、まあ殴ってきますかね。殴ってくる。まあ火力は持ってると。まあブロックしてもいいかな。こっちの方が、まあ有利な交換にはなると思うんで、うん。まあ23交換か24交換かわからないですが。さあ、とりあえず2体一方取ってから、単体火力2枚、ショックイン。グレン地獄。まあまあまあ。グレン地獄は、まあ3対3交換ですね。3-3交換ならまあいいでしょう。まあ一応、紅葉達成を遅らせるために、墓地はしっかりと、吟味して追放していくと。まああとはソーサリーかな。まあでもあれか、グレン地獄あるんで、まあどれ抜いてもって感じですが、一応回収されて困るのがブーメランなんで、ブーメラン抜いていきましょう。まあ航海者が残ってれば全然 OK。ただここで謎かけやさらに、3ドローはやばすぎるこれちょっと相手もかなり強い動きになってきましたね。さて、まあ、まずは案内人。マナクリにして、とりあえず箱だかな。お、案はいいですね。一旦航海者以外は流されてしまいましたが、まあ全然この箱だと航海者がいれば、もう一瞬でね、リカバリーできるんで。さあ、ただ相手も謎かけや2枚によって、手札尽きてからのこの展開、かなり強いですね。さて。うん。まあ、まずは守護者からですね。守れるクリーチャーを出してから、最低2マナ止まってきていますが、これは何でしょう。まあ、先に除去を打ってきたいのかどうか。遠の天下強約。箱田を使うか、アンを使うか。アン使っていい気もしますね。まあ、2マナで再キャスト可能なんですけど、まあ結局協約しないと倒せないんで。さあ、遠の天下戻して、で、まあ守護者たちもある状況。2枚目いいですね。まあこれはもう全力展開でいいかな。1枚目の案は多分これもうひっくり返していく流れになるんで、
全部出していきますか。まあ、公開者で、ドローがね、しにくくはなってしまうんですが、先に出しておきたいですね。巻いて謎かけや2枚っていう展開になってくるんで、さらに決闘者。まあ、こっちもこっちでその早めに倒していかないと負けちゃうので、謎かけは3枚目。さらに3ドロー。これは。いやー、相手の動きもかなり強いですね。さらに土の味方にブーメラン。うん。まあそこは別にいいかな。さて、どうしていくか。次のターンもうアンは殴りそうですね。ひっくり返って55で殴って66になるので、とりあえずひっくり返しますか。うん。水の技。オートタップだと、なんかクリーチャーが全然ひっくり返らないので、まあ手動でやりますか。どこまでやるかですよね。一応その、相手がエンチャント、速攻エンチャントとか出してくる可能性考えると、まあブロッカーもある程度残しておきたい。いや、公開者までは行ってもよかったかな。公開者まで行って、包み方残しが良かったかな。とりあえず、殴りましょう。さあ、殴って全体パンプ。で、まあ、ダブルブロックするんだったら、守護者をサクる。これでまあ、謎かけはもう1枚死ぬんで。さあ、破壊不能をつけていきましょう。1体除去って、まあ、全体強化は残ったままと。うん。で、次のターンからは、箱田が5-7。案内にも4号になるんで、まあ、4体は殴っていける。という感じですね。で、デッキトップが除去なのがもう見えてるんで、とりあえずもう1体謎かけ屋を除去ることはできて、って考えると、まあ展開的にはこっちが、まあ、はい、有利という感じではありますね。さあ、土の味方を除去ってくる。これはいいでしょう。うん。さて、これもう一回3ドローされるんか。謎かけが3枚目あるんで、どうでしょう。はい。とりあえず1ドロー。相手の手札がマジで減らないですね。さらに決闘者。うん。まあ、警戒案で殴ってくると。とりあえず、謎かけや除去ってから、フルパンはできないか。3体ブロック空いて、まあ、フルパンはできないですね。いや、公開者もやっぱ育てますか。謎かけや1体とりあえず除去って、で、フルパンいきましょう。相手謎かけ屋で、4号はブロックできるので、1体ブロックされて、何点通るかですね。案で除去った場合も、まあ、足りてはないですね。まあ、ワンチャンね、17点ぐらいやったら、相手、次のターンに削り切ってくることもあるんで、うん、まあ、案は構えていきましょう。残り17点。まずは、ソーロ。まあ、あれですね。誘発で2ドローできるんで、まずはアントラー対象で、決闘者の能力で2ドロー。パワーが何になったのっけ4、13、7。パワーが7までいったら、相手目線だと、勝ちが見えてくるって感じですね。まあ、ただこっち、アンを構えてるんで、
とりあえず1体は木の技で除去れて、で、もう1体も相手が除去を持ってなければ、まあ、ブロックをすることができると。さて、まあ、17点ぐらいはね、本当このリゼットルーティング、いけるんですよね。決闘者がいると。はい、これですね。冬の物語。これがあると、一気にパワーが上がっていく。さらにあれか。謎かけ屋もいるんで、4枚ドローですね。まあ、相手は除去を警戒して、できる限り決闘者のパワーを上げていかないといけない。まあ、パワー13までいったら、ワンチャン1体除去られても、押し切れるという可能性があるんですが、遠の天下。これはいいでしょう。決闘者の能力は、1ターンに1回しか誘発しないんで、これは全然 OK ですね。1マナ使ってくれた。ただ、スクライトップ。これでどうなるんだ？さらに謎かけや。はい。ただ、これまだいいですね。残り2マナしかないんで、さすがに大丈夫そうですけど、どうでしょう。これで冬の物語さらに使えて、どうですかね。相手がマナを使い切ってくれたら、いいんですけど、マジでこれパワー13いきましたね。やばすぎ。どうなんだろうな。この後から出てきた謎かけ屋に対して、でもダメか。そこに木の技使ったら負けますもんね。いや、俺待つしかないですよね。さあ、さらに冬の物語で、パワー13。これで見た目的には相手もう勝てるだろっていう感じなんですけど、アンがいるため、これはこっち勝ち角ですね、逆に。まあ、その見えてる遠の天下もね、2マナかかるんで、相手はここまで来ると、まあどうしようもないと。さあ、アンで、1体木の技使って、さらに、パワー14の決闘者はブロックしていく。まあ、ただこの17点をね、余裕で削りきれるパワーがあるのが、この EZ ルーティングの怖さですね。さあ、ということでここで登場と。OK！良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。